おはいえなし。まずお礼から、パッチ 7.3 の新極の攻略動画極ゼレニアに続き界隈最多の再生回数となりました。後発かつゲーム8にも掲載されていない動画が続けてこのような結果が得られるのは、今回の動画単独のポテンシャルだけではなく、どうせこいつが一番わかりやすいだろうという皆さんからの信頼貯金と X やディスコで私に言及するとかの口コミ、これらの賜物だと捉えています。一人でも多くのクリアのために自分でも見たくなる、人にも勧めたくなるような動画をお届けできるよう引き続き頑張りますのでよろしくお願いします。と善人ムーブから入ってみましたが、今日はタイトルのテーマでのおしゃべり動画です。一応ファイナルファンタジー14知らん人もいるかもなのでおさらいですが、ファイナルファンタジー14は基本的に8人協力型の PVE コンテンツで、敵の攻撃にうまく対処するには特定タイミングで4人2組で分かれるといったマスゲーム的なムーブが必要になります。そんなバトルメカニズムなので、特に高難易度コンテンツを攻略するときは超先行で攻略した人が攻略動画や記事を作り、そこで田中流とか佐藤流とか解放の流派がいろいろ生まれるので、コミュニティは適宜取捨選択しながら座学し、解放の共通認識を得てから攻略に臨むという独特の予習文化があります。で、最近界隈でこんな盛り上がりがありました。高難易度コンテンツが実装、 A さんと B さんが超早期に攻略動画を投稿、コミュニティでは A 派と B 派で分かれつつも攻略、 C さんが独自解放で攻略動画投稿、今更いらねえよ承認欲求モンスターというバッシング、自分で取捨選択すればいいだろうが、わざわざ労力かけて善意で動画投稿する人に感謝こそすれ石投げんなという用語、こんなくだりです。私のような攻略動画投稿者は善人なのか、それとも承認欲求モンスターなのか、皆さんはどう思いますか？というかどう映ってますか？一投稿者としてどっかで投稿の動機を喋りたいなと思っていたところ、ちょうどいい感じに話題が降ってきたので本件に過去つけて雑談します。地図回しながらでも聞いてください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まず動画投稿者の動機について触れる前に、さっきの下りの話に対し一つ思うことがあります。ある高難易度コンテンツで解放の流派がすでに2つほど浸透しており、界隈で緩やかに住み分けされつつも攻略がなされている中、3つ目の流派を放り込んだ人に対して余計なもん入れるなとか動画避けてくれとか言い放つ行為、私は一理あると思っています。一理あるだからね。後でひっくり返すから動画最後まで見てね。例えば8人で北海道旅行行くかってなった時に、到着日の夕飯何食べよう、やっぱ寿司じゃね、いやいやジンギスカンっしょ、だるま行こうぜって話をしてる時に急にマックとかどうって言われたらはって思いませんか？8人が旅行先で8人別々に飯食うんだったら選択肢の一つとしてマック提示されようが害はないですけど、旅行先でそんな別行動を取るわけなく8人で合意形成しなきゃいけない中、寿司かジンギスカンどっちかな、まあでもどっちかで良さそうではあるよねって思ってる人からすれば、マックという選択肢をぶつけられた時、その選択肢の吟味に一瞬でも時間持っていかれることそのものも嫌だし、マック確かにいいねって言い出す人出てきたら、寿司派ジンギスカン派からすればだるいと思う。この感情自体はごく普通かなと思います。マクドナルド理論という言葉ご存知でしょうか？飯どこ行くという問いに対して一番最初ってなかなか案が出にくいんですけど、誰かがマックはとか言い出すと、いやマック行くならびっくりドンキーっしょみたく他の人がより良いアイディアを出すようになるという理論です。というわけで案出しの呼び水として初手マックならわかるけど、もういい感じの案が出てる中でマック出すなやって理屈ですね。このマックの例示に基づくと、後出しで我流の解放を投稿する件だって個人の所感としていらんことすんなという言葉をぶつけるのが肯定される、肯定されるというか否定できないのではって思うかもですが、個人的にはいまいちなんじゃないかなと思います。なぜならその動画がマックかどうか分かりにくいからです。北海道旅行で寿司ジンギスカンの選択肢に対してのマックは誰がどう見たって終わってますが、14の一つの高難易度コンテンツには複数種類のギミック、ひいては解放がありますし、かなり前の動画で触れた通り、ギミック解放の良し悪しを評価するにしても直感的かとか殴れるかとかヒールしやすいかとか多様な評価観点があります。各ギミックの解放に対し多様な観点で評価した結果、今回出てきた動画の流派はすでに野良で浸透しつつある流派に対して完全に介護感じゃね、あるいは部分的には上位互換な解放も含まれるかもしれないが、今界隈で浸透しつつあるものをわざわざひっくり返すほどの価値なくね？それを判断するだけの知識やスキルが本当に自分に備わっているのか、そう自問自答した上でやっぱ価値ねえわこれって思っていらんことすんなってコメントするなら、私はそのムーブに対して別に肯定も否定もしません。でもサリ式だって浸透する前は石屋式あるんだから余計なもん出すなって言われてたぐらいだし、複数案並ぶといい方に作用することも多いとは思うんですけどね。そしていらんことすんなとかコメントするのやめといた方がいいんじゃないと思
思う理由はもう一個あるんですが、話の構成上それは動画の最後に回します。で、一旦ここまでの話で一つ反論作るなら、こんな主張が出てくるかと思います。野良で浸透しつつある解放に対し、自分の解放がコミュニティひっくり返すほどに価値のある解放か判断するのは大変だろうって話だと思うけどさ、それこそ他ならぬ攻略動画投稿者なら判断できる話なんじゃないの？自分たちで解放を作って出してるぐらいの知能があるんだからさ。だったら動画投稿前に一旦立ち止まって、今回の動画本当コミュニティのためになるのかなって吟味して投稿するかしないか判断できないの？逆に言うと、それやらずに一辺倒に毎回出すことに対して動画出すのやめてくんねえかなって意思を表明するのは視聴者の勝手なんじゃないのという反論ですね。わからなくはないんですけど、それに対しては攻略動画投稿者の動機という話につながってくると思います。よく動画投稿者は善意でやってるって言ってくださいます。嬉しいです。でも善意じゃないです。言い方間違えた。善意だけじゃないです。もし私が 100% 完全に善意で一人でも多くのクリアだけをゴールにして行動するならどうするかというと、いつも早期クリアして動画出してるあの人とこの人とその人と結託してギミック解放を共同で考えて一本の動画にまとめて発信します。そりゃそうですよね。共通認識持つことが大事なゲームなんだから。よく冗談交じりであの人とあの人とあの人同じ固定になって攻略してほしいわって言ってる人いますが、ほんとそうだと思います。でも実際はそんな動き1ミリもないですよね。なぜか。それは善意だけで動いてないからです。じゃあ善意以外にどんな動機があるのか、実際に当てはまってるかは後で喋るとして、よく動機として言われがち思われがちなところを片っ端から列挙していきます。まずは承認欲求。承認欲求モンスターって言葉使われがちですよね。私が好きなフレームワークの一つ、マズローの欲求5段階説でも第4段階の欲求として位置づけられています。次に金。 YouTube で再生してもらえれば広告収入入りますからね。あとはチャンネル登録者。攻略動画は実用性が高くて支持されやすいですし、攻略動画投稿者の動機として私がよく見るやつはそんなところです。まず私に限った話ですが、大小は置いといてこれらの要素は全部合ってます。合ってるんですが抜けてるのもあるので2つほど追加します。1つはこの善意っていうのを分解したくて、多分この善意って視聴者のためという意味で今解釈されてると思うんですけど、それだけじゃなくてファイナルファンタジー14のためという動機もあります。私は実装初日とかでパパッとクリアしちゃう層というよりは、数週間から数ヶ月ぐらい悪戦苦闘する層だったり、あるいは高難易度ちょっと怖いけどやってみたくはあるんだよねと思ってる層に一人でも多くクリアの喜びを味わってほしいという理由で動画作ってます。なぜそこに関心があるかというと、高難易度コンテンツにトライする人、そしてクリアする人が一人でも多い方がそのコンテンツの活性化につながり、ひいては14全体の活性化につながると考えるためです。それがコンテンツ寿命の短縮や分不相応のスキルの人が混ざることでの攻略上の混乱を招いてんだろうとも言われたりするんですが、そのデメリットがメリットを上回るという思想で動画作ってます。これがあまり他の人からは聞かない動画作成の動機の一つです。そしてもう一つ、自己実現欲求です。さっき唐突に紹介したマズローの欲求5段階説の第5段階がこれ。尊敬欲求や承認欲求と何が違うのと思うかもですが、そっちは他人からこう思われたいという他人が主語の欲求。自己実現欲求は自分を表現したいとか自分らしくありたいとかいう自分が主語の欲求です。私は難解複雑な事象をその情報量を落とさないまま平易な表現に言語化して相手に伝えられた時、なんかめっちゃ気持ちよさを感じます。なぜかはわからん。別に14の YouTube 上の動画投稿に限らず全般においてそういう癖を持っています。加えて14の動画投稿という面で言うと、もう一個ポジティブな要素が重なっていて、ファイナルファンタジーシリーズ全部好きオタクとしてファイナルファンタジーというコンテンツで皆さんとコミュニケーション取れるのが嬉しいんですよね。この感情なかなか理解されにくいだろうなと思うんですけど、極ゼレニア透滅戦でストックブレイク連続頭あり攻撃ですで録音した時、なんか感慨深かったんですよね。当時ベアトリクスの強さを象徴するこの剣技の名前を令和に録音してるよ。しかもエフェクトまで同じだし BGM も擦り切れるまで聞いた守るべきものだし、このコンテンツで人と会話できるの嬉しいなって感じですね。私の中でファイナルファンタジーはアイデンティティを構成する要素として結構でかいので、その言葉を使って何かを伝えていることそのものが自分を表現する感覚にリンクしてるんだと思います。一通り私が攻略動画を投稿する動機を挙げ切りました。無粋なんで各動機の大小については簡単に言及するぐらいにとどめますけど、圧倒的に自己実現欲求が大きくて、あとはトントン。承認欲求はあんまりなくて、金がほぼゼロぐらいかな。投下工数に対する広告収入については多分皆さんが聞いたらドン引きするような金額です。 YouTube で金儲けとかマジやめとけ、承認欲求あまりなくてとか嘘つけと思うかもしれません。多分誤解されてるんで補足するんですが、私も承認欲求はあります。あるというか、やっぱり V の側作って配信してるぐらいですし、承認欲求は平均より高い方だと思います。ただそもそも私としては承認欲求含
含む欲求全般創作活動のエンジンに転用できれば OK 派ですし、少しチクチク言葉ですがゲームの攻略動画褒めてもらうぐらいで承認欲求満たされるのと思います。誤解のないように伝えたいんですが、お前のおかげでクリアできたとか分かりやすかったとか言ってもらえるのは本当に嬉しいし、もっと言ってなんですが、それは単に元気をもらうためにこじきしてるだけで、承認欲求を満たす手段としては依存していないので大丈夫ですという意味ですね。というわけで脱線しましたが、話を元に戻すと、動画投稿前に立ち止まって野良の動向を踏まえてさらに自分の動画ぶっ込むのかどうかは考えろやって意見もわからなくはないんですが、自分の間合いで動画を作ることそのものにも楽しさを感じている自分としては、そういう動きを取らない動画投稿者側の心理も理解できるんだよなと思ったということです。最後にもう一点、ここまで話した通り動画投稿者とまであえて主語をでかくはしませんが、少なくとも私は利他的な気持ちだけではなくエゴで動いているところもあるので、それもあってなおのことさっき言った例、つまり視聴者側が動画の価値を評価した上で、その評価結果投稿者に対して動画下げてよと主張することに対し別に否定はしないっていうスタンスをとっています。エゴで投稿、エゴで発言、お互い様ですからね。ただ否定はしないんですが、一個こういう考え方はあるんじゃないかなというのは共有したくて、それは何かというと、直接毒を吐くよりもコミュニティの言葉で言う取捨選択をする方が上位互換なんじゃないかという考え方です。あえてもうちょっと冷たい言葉に置き換えますが、毒吐くより無視した方が上位互換という考え方です。そっちの方が道徳的にいいと言いたいんじゃなくて、そっちの方が上位互換という意図ですね。そう思うのはなぜかというと、理由は2点。1点目、表現者にとって毒と無視って同じぐらい嫌なことが多いからです。てか無視の方が嫌って人も多いんじゃないかな。毒吐かれるのってポジであれネガであれ受け手の感情を動かした証拠にはなっている一方、無視ってそれすらよくわからなくなるので、よっぽど自己実現ドリブンで動いていない限り反響が薄ければ創作意欲にも響いてくるので、ネガティブなシグナルを送りたければ別にそっちでもいいんじゃないというのが私の所感です。もう一点、こっちの方が大きいんですが、やっぱ嫌じゃん他人の毒吐き見るの。おのおの学業なり仕事なり家庭なりで多かれ少なかれストレス溜めて楽しい気持ちになるためにゲームしてんのに、なんでそこでも毒を受けなきゃいけないのか。しかも割れ窓理論って言葉もある通り、一発毒放たれるとなんか毒吐いていいんだ的な雰囲気になるし、毒沼みたいなコメント欄を第三者が見たら、うわ14きっしょって思いますよね。それは既存プレイヤーの離脱にも潜在プレイヤーや未来の攻略動画投稿者を潰すことにもなります。毒吐きと無視って動画投稿者に対して同等にネガティブで、毒吐きの方だけ界隈に人が近づかなくなる分コミュニティに対してネガティブ、じゃあ無視の方が上位互換じゃんという理屈です。私は動画投稿者というだけで何を出そうが何をしようがほわほわよしよしなでなでされるコミュニティが良いコミュニティとも思ってないので、視聴者も素直な気持ちで見たりコメントすればいいと思ってるんですけど、今回のようなケースにおいては別に毒を吐くのも無視するのも、無視という表現が乾燥しているので、言い換えるならば自分が良いと思った人の方を積極的に褒めるというムーブの方が良くないと思ったものです。ここ伝え方ミスるとこじれるので若干うざいぐらい強調するんですが、今回の件をもって特定の誰かを無視しろとか俺を褒めろとか言うつもりは一切ありません。自分でやってて実感してるんですが、動画って金にならない上にただただ時間取られるので、私は動画投稿者を全員マゾブタだと思ってますし、全員尊敬してます。ただ私含めた動画投稿者に対する動きとして14のコミュニティ全体への影響を考えた時、そういう考え方もあるんじゃないと思いましたという趣旨の動画でした。皆さん14の動画投稿者に対してどういう印象を抱いてますでしょうか。ポジでもネガでもいいのでコメントくださいって言っちゃったら今までの話は何だったんだって感じなんで訂正して、動画投稿者に対してどう思ってるのかこの動画の趣旨も踏まえて適宜コメントください。以上です。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録高評価よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル上話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おついえなし。